格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。ゲーマーって手は大事だけどさ、当然視力も重要じゃん。目とかちゃんと気遣ってる？大丈夫？いやもう私もすっごく悪くて日々困ってるんですけど、マスターは特にメガネがないと生きていけないぐらい目が悪い。そんな感じする。本当にわかります。家帰ったらメガネ外してまたメガネしそうだもんね。別のメガネずっとしてるわ。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おお、サムスピのガメナさんとエムズマさんじゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。今週のゲームはサムライスピリッツ。刀による派手な切り合いと緊張感のある駆け引きが楽しめる人気タイトルです。今夜のお客様は日本最大級の格闘ゲームの祭典エボジャパン2020で見事優勝を果たしたガメラ選手と準優勝のエムジマ選手がご来店。まずはお二人エボジャパン2020サムライスピリッツ優勝準優勝おめでとうございます。おめでとうございます。よくやってるこの、横にいる M 島さんが、上がってきてくれて、決勝の大きな舞台で一緒にやれたっていうのが、一番嬉しかったですね。なるほど。山島さんいかがでしたか？嬉しいですね、そう言ってもらえると。普段やってるんですけど、あんまりガメラ攻めはあんまりガンガン来ないんですよ。待ち主体でやるタイプなんで、大会の時はやっぱりいつもと動きが違ってですね、開幕いきなり投げを狙いに来るというところから、ちょっと崩されて。お二人ってでも昔から一緒にゲームをやってたってことですか？友と一緒にやり始めたのは、ブレードアックスっていう、格闘ゲームで、ずっとお互い喋ることなくずっと対戦してたんですけど、よくなんかゲーセンで閉店までいるのってやっぱ人少ないんですけど、気づくと2人になってるんですよ。それでも話さないんですけど。熱いね。いい。でサムライスピリッツでどういったきっかけでこう仲良くなったというかお話しするようになったんですか？見たことある顔だなっていう。そりゃそうでしょ。2人しかいないんだから。ちなみに初めて話した時お互いどんな印象を持たれました？こいつ喋れたんだって。こいつ喋れたんだ。多分ね相手も同じこと思ってですね。同じこと思いましたね。M島さんはどうですか？話しかけて大丈夫かなと思って最初話しかけたんですけど、ちゃんと意外とまともに返事来たんで、もうちょっと話を続けてみるかという感じであったんですけど。話を続けてみるか。いい。あれですよね。一番最初僕ガメラさんの名前聞いたのってなんか突然この人優勝したなみたいな印象があって、もともとあれ家庭用とかからじゃないですか？はい。アクアパッツァっていうゲームで。アクアパッツァ。なんかその時のインタビューかなんかでガメラさんが言ってらっしゃった3年あれば誰でも覇者になれますよみたいなことをそう言ってたのがすっげえ覚えてて。じゃあ誰でもめちゃめちゃやり込めば誰でもじゃないな絶対に。そうですね。実際1日にどれぐらいやってました？2桁は。いや2桁。3年間2桁時間やり続ければ毎日普通に興味が出てきてしまったんですけど、ガメラさんも M 島さんもちょっと変わった名前ですよね。プレイヤーネームの由来知りたいんですけど。怪獣のなんですけど。やっぱそうなんだ。自分で選んだ名前ではなくて。あら、誰かにつけてもらった。ゲームが好きだったんで、親がもともと ID があったんで、それを借りてやってたんですけど。親の ID がガメラだったの？それはそれで衝撃。ステーション3ですか？はい。で周りから勝手にそう呼ばれてたんで、じゃあもうそれでいいやと思って。それでいいや。M 島さんは？高校の頃の後輩がつけたあだ名からですね。そのまんま。そうか。いやプレイヤーネームって人隣みたいなのがちょっと出るじゃないですか。ガメラ感はないよねと思って。いやでもねプレイスタイルはねガメラ感がある。そうか。ガメラってさ分かる怪獣。名前だけ。でっかい亀みたいな感じなんだけど、確かに亀の硬さみたいなのはちょっと伝わってくる。堅牢な守りを武器に時にタイムアップギリギリまで集中した立ち回りで勝負するガメラ選手。使用するのは慣れが必要とされる四季。でも四季ってキャラクターを使ってますよね。結構珍しくないと思って使用人口そんなに多くないキャラクターがその決勝上がってきてるっていうのでびっくりした記憶あります。ガメラさんなぜ四季をこう選んだんですか？いやもう見た目ですね。見た目。格ゲーが全部見た目で選んでるんで。もしかしてそうじゃないかなと思ってた。そうじゃないかなと思ってた。
サムライスピリッツなんですけども、エボジャパン2020終わった後にアップデートがされましたよね。その印象についてもちょっと聞いてみたいんですけど、まず新キャラクターが追加されましたね。はい、ミナ。ミナですね。はい。どうですか？ガメラが、たまにみんな使ってくれるんで、そこでちょっと対戦はしているんですけれども、結構上の方のキャラランクに入ってきそうな強さはありますね。はい。細かな調整とか入ったってことですよね。俺が知ってる調整だとどこのステージかわからないけど、背景の鹿が座ってるのが地面に埋まってるように見えるからって言って立たせたっていう調整が入ったって聞いた。でも動物たちもなんかバサラっていうキャラがいて、画面から消えて影でフェイントをかけてくるキャラがいるんで、はい、ありますあります。動物だけは本体を見てるんで。怖っ。ゾッとするサムライスピリッツの話聞いちゃった。知らなかった。マスター知ってた？知らなかった。でしょ？やば。そこで確認するんですか？いや、さすがにしないですけど。さすがにしないんかい。しないんかい。お二人が考えるゲームで勝つために、特にサムライスピリッツで勝つために必要なことって何だと思いますか？常に考えて動くことですね。常に考えて動く。何かしらもう発声とかの速くて硬直が短い技とかをガードしたり食らったりした時にも、そこでちゃんと自分の中で状況を整理できる、ずっととにかく思考を止めないこと。立ち回り系プレイヤーって感じですよね。本当にそうだ。自分の場合は焦らずにプレイすることを意識づけてはいるんですけど、弱攻撃一発でも当たると結構痛いんですよね。精神的にですけれども、どれだけその牽制の技で削れるかっていうのが。じりじりしたね展開が続きますよね。サムライスピリッツって聞いた時にズバーっていう豪快なイメージがあるけど、実際はタイムアップになったりすることも結構あるっていう。エボジャパンのグランドファイナルの2人の試合でも本当にタイムアップ間際の駆け引きがすごい熱かったのが思い出に残ってるというか。印象的ですよね。この2人興味ありすぎますよ。ちょっとこの2人の試合見てみたくなってきたんですけど、さすがにサムスペは置いてないですよね。多分そうなるだろうと思いまして用意しておきました。マジですか？いざ尋常に勝負。はい、ここからはエキシビションマッチということで、ガメラ VS M 島の試合を見ていきたいと思います。エボジャパン2020の決勝じゃないですかこれ。はい。エボジャパンではほとんどストレートに近い形で負けちゃったので、ちょっと今日は一本でも取れたらいいなと思います。ガメラさんにも聞いてみましょう。いかがでしょうか？同じ結果にしてやろうと思います。これ怖いよ。いや熱いいですね、いいですね、いいですね。ということで今回は2試合選手で、このエキシビションマッチを行っていきたいと思います。左側この傘を使う久見静丸というキャラクターを使うのが M 島。右側のこのちょっと露出のねあるセクシーなお姉さんですよ。女性キャラクター四季を使うのがガメラです。完全に見た目で選んだと言ってましたね。言いました。さあそしてトロフィーも取れたみたいで、いいですね。テンション上がってきましたね。これが噂の鹿の。あ、そうだ。これ鹿いるんじゃない？このステージ。鹿後ろにいますね。見てますね。なると言ってるし、まず投げ防御崩し、これが非常に強力。相手のガードを崩すことができるんですが、ただ空振りした時にリスクはかなり大きくなっています。ただここでまず先行をしているのはガメラの四季。キャラクター的にはこの久見静丸の方がですね、傘を使った特に空中から収めっていう風な技なんですけど、空中でその傘にやって傘を使うことですね。停滞することができる。それを使った動きが非常に強力です。そのメリーポピンズですよ。メリーポピンズ。走ってきたところに対して新切りからの連続技を決めたのはガメラ。もう時間も減ってきています。残り時間は15秒。何か起こりそうなのに何も起こらないっていう時間がね。ここでガメラが一回下がっているのは怒りゲージをためないためでしょうか。そうそう、静丸の怒りゲージがたまりそうですから手を出さないように。勝ったら一発逆転されちゃいますから。距離を取っています。時間も減ってきた。残り時間は5秒。どうするか。ワンジャンプ逆切り。残り4秒、3秒、2秒。ここは間に合うか。人は手動だ。おお、9秒大逆転。それがサムライスピリッツ。すごっ。最後の最後まで気を抜けないという。M 島がラウンド大逆転を果たしました。しかも思わず立ち上がりました。これやはり怒りゲージがたまるとこのような怒った状態で武器飛ばし攻撃っていうのを出せるんですけども、非常に強力。ダメージも高いですし、相手の武器を吹き飛ばすという能力を持っています。ここで M 島が
若干先行を果たしています。しゃっきりを繰り返してリードを守っていく。しかしここでボール崩し。追いついてきたか。大ダメージ振りを当てるためには細かく蹴りを使わなくちゃいけないというそうですね、特にこの走ってからの蹴り、まあ、いわゆるスライディングと言われてるんですけど、この動きは非常にどのキャラも強くてですね、特にこの2キャラクターというのは強力です。リズナーが非常にそのダッシュ蹴りの姿勢が低いので対空などにも使ったりできるところから、まあ、中間距離おっと差し返す形で M 島がリードを取る。ジャンプからこの小雨による軌道変化がですねかなり対応しづらい体力がついています。そうか動きのバリエーションが対空を狙ったんですがやはり小雨が非常に厄介。対空蹴り残り時間はもうわずかになっている。ジャンプ空対空で競り勝ったのは M 島。さあ時間がないぞ。となるともう怒り爆発をするしかないんです。これで時間を止めることができる。残り1秒で止まってる。これどうするか。してるか。まずは M 島ドキドキする。あのようにその怒り爆発を使うことでタイムアップを防ぐことができる。はい、試合目まず M 島が先行。ゆかさん実は格闘ゲームでステップとか一番最初に出たのがストリートファイターじゃなくてあれなんですよ、このサムライスピリッツなんですよ。そうそうそう、走りがそう踏み込みとかそういう要素。ここまでは M 島かなりいいペース。霧雨陣での牽制、そしてしっかりと不意打ち中段攻撃ですね。しゃがみガードを崩す動き、ここは反撃返していきます。ただまだ若干体力差がついているぞ。残り時間は30秒切ろうというところ。下段蹴りを繰り返して若干の体力リードを作っていこうという動きガメラが見せています。飛び道具の霧雨陣を2つ放って、やはりこの小雨傘を使った兵隊、これがかなり厄介。対応にかなり困っていますねガメラが。おっと踏み込み蹴りスライディングから中段不意打ち。見てからガードすることは無理そうですね。相当早いですね式の不意打ちは。残り10秒切った。ここで走ってボール崩し。これで一気にリードをしたんですけれども、競技が当たれば分からないぞ。多分残り時間どうします。ジャンプ空対空しばらくバックステップ、そしてタイムアップにこれなるでしょう。ガメラがラウンドを取った。息が詰まりそう。2本目勝負。そしてガメラ側がそろそろ怒りになるんですよね。そういう点でもそうか、一点構成できるという。ただこの久目静丸というキャラクターはですね、凶楽団という潤くんならね分かるかもしれないんですけども、はめ技ですよね。そうなんです。ボタンをためっぱなしにしておいて何段階かにパワーアップする技なんですけど、当たるととんでもなく減るんですよね。このサムライスピリッツでは80秒ボタンを押しますと最大になってですね、とんでもないことになります、ダメージが。そしてそれがその防御崩しの連続型に組み込むこともできるので、全然気が抜けないですよ。怖いですね。山田さん、強楽感っていう技はすごい好きみたいですからね。しかも状況的にはガメラがリード。残り時間30秒切りました。ほとんど体力減ってないんですけど、もう時間が減ってきています。ボタンは押されてるから、何かに起きる予兆はずっとしてるんです。画面の中央に戻るような。わあ、ガメラが武器を使った格闘ゲームなので、やっぱリーチ前の管理がすごい重要になるし、相手は届かないけれどもこっちだけ届くみたいなのが極端にあったりするんですよね。8秒。大きい4個に打ち出し、ここが怒り爆発。ここで来た。タイムアップを防ぎながら逆転の手にできるか M 島。しかしここはうまく位置を入れ替えて画面の中央に戻ってきたのはガメラ。冷静です。さあそろそろ怒りゲージがなくなってしまうぞ。冷たいこれがガメラだ。残り時間は5秒。踏み込み蹴りのガードしてのらりくらりとダウン。残りこれはタイムアップになるでしょう。これね、甲羅に首とね手をね入れた状態ですよこれ。完璧な守りでガメラが取り返した。硬い。お互いに1試合ずつ取っての決定戦。いやー、じんわりとこう汗出てくるなこれ。どうなるか。ここまでは序盤は M 島の攻め、そして後半はガメラの守りが効いた。
お互いにおっと蹴り入れの対空、しかし飛び込んでめくりを仕掛けていくのはガメラ。逆切りでの牽制、この駒、おっとここで弾き、そしてトロフィーをゲット。トロフィーをゲット。おっとこれはしゃがみガードできない、立ちガードできない。ちょっと繰り出していきますガメラ。このリードを生かせばいいわけですけど、とにかくガメラは画面の中央で戦うように小雨の下を走ってくぐり抜けて画面足をとにかく行かないような動きを徹底していますね。そして M 島はこの画面足から脱出させないように今のはフェイントかけつつなんですね。逆転、おっとまず防御崩し、まだ逆転には至りませんが十分なダメージ。しゃがみ競技から読み合いに仕掛けたんですけれどもしっかりとガード。相手のこカウンタれはーをね大きなダメージになった。手出してくるところを読んで、とはいえ M 島怒り状態です。生かせばワンチャンス。これはもしや残り時間8、7、あー来た。どれぐらいいく？残り時間4秒。甲羅に手足。一本。ここで来たか。すごい。強力な必殺技で M 島が取り返しました。ハミジュン史上最も静かな対戦が行われている。空中ヒットでしたから下からの空振りの隙をついた M 島。カメラに対してリードを奪ってしまう。このリード大きいですよ。おわもう一度その1打投げの1打、これは非常にもう一度ガンガン押していく。圧倒的に有利になった M 島。止めなくちゃいけない画面がさあどうする。弾いて非容疑怒り爆発、お互いにいろいろ起きてる。非容疑を怒り爆発で回避した M 島。しかしそこに対してガメラも怒りを爆発させて上からの攻め。サメが厄介。しゃがみ強切り。お互いに怒り爆発ゲージがなくなり、さあしかし苦しいのはガメラ。環境じゃないですかね。体力的には大幅に M 島がリードです。どこかで攻めなくちゃいけない。リサムジンの牽制、もう一度入れ替えていく。勝利したのは M 島。おめでとうございます。すげえ戦い。それでは勝負の決め手となったポイントをマスターはめこと振り返っていきましょう。この試合のポイントになったのは、3試合目の2ラウンド目、ガメラの弾きからの非容疑に対する M 島の怒り爆発です。ガメラ選手が弾き返しを決めて非容疑を当てるチャンスを作るシーン。 M 島選手は怒り爆発でそれを回避します。怒り爆発は爆発するモーションに攻撃判定があって非容疑を打った後にその爆発を食らえればよかったんですが、食らえなかったことで M 島さん側の一戦が出てれば確定しているという不利を背負ってしまっている状態だったんだ。体力差が結構あったので、あそこで非容疑を食らってしまうともう一気にラウンド取られちゃうので、それよりかは体力差を生かせるように怒り爆発使って、立ち回りに戻した方がいいと思って、ちょっと悩みどころではあったんですけれども、それに対してガメラさんも怒り爆発してましたよね。あそこで爆発を使わせるまでは想定通りだったんですけど、あの爆発を自分が食らう距離だと思ってやっちゃったんで、実際は当たってなくってあの爆発が、本来はあそこでゲーム終了だったんですけど、間違えたって思ってつい自分で爆発しちゃったんで、あれはこっちの間違いです。こういう時のためにいろんなことを考えて思考を止めないようにしてるっていうのがちょっと身に染みますね。止まっちゃいましたけど、初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。本格的に格ゲーを始めて早半年。ザンゲーフを使ってオンライン対戦や配信を行っているいつかが今知りたいこととは。配信とかもしてるんですけど、その中でやっぱコメントとかでわからない用語とかもいっぱい出てくるんですけど、読み方すらわかんなかった当てみっていうのがあるんですけど、今週の格ゲーレッスンは当てみについて解説していきます。格闘ゲームの用語でいう当て身というのは、相手の攻撃を受け止めて反撃する技、これの総称を当て身技と言います。なるほど、ガードして反撃じゃなくって、受け止めての。そうです。ザンゲーフにもツンドラストームという
いわゆる当て身技があるので、ちょっと待ってくださいね。せーのはい欲しい。せーの来た来た。これかっこいい。かっこいいよねこれは取れたらかっこいいです。しかもね配信受けするんだこれ動画映えするんだ。当て身技ってはい打撃技に対してはまあ有効なんだけど当然投げとかを食らっちゃったりするから相手の攻撃を読み切った時だけできるんだよね。でこれまで当て身って言ってきたんですけど、当て身というのは、日本の格闘技の中でその身を当てる打撃技のことなんですよ。でもなんでじゃあこの返し技のことが当て身になったのか、画廊伝説というゲームがストリートファイター2の後に出まして、ギース・ハワードというキャラクターがボスとして登場するんですね。そのギース・ハワードが持っていたのが当て身投げっていう技なんです。当て身を投げる技だから当て身投げだったんだけど、それでその相手の動きを返す技のことを当て身って格闘ゲームは言うようになった。続いて剣のよくある連携を狙って当て身技で返してみましょう。よく見ないこれ走ってきて来る来る来る。じゃあこれ連続で成功したいね。はい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 連続でいきたいね。何すんだよ2、惜しい惜しい。はいはいはい違うけどびっくりしてコントローラー解除しちゃったよ俺違うけどいい。けどはい実戦で決めるのはなかなか難しいのですが、相手の連携やシチュエーションを覚えておくと狙いやすくなります。はいはいはいほらこれオッケーです。こういうよくある連携とかに当て身でお返しをすると読まれてるっていう精神的ダメージでかいから、これ活用していきたいですね。できれば。そう今回私が驚いたのはですね、いつの間に昇竜拳コマンドをこんなに入れられるようになったのかなっていう。剣の昇竜拳が嫌すぎて確定反撃の練習をしてたから昇竜コマンドを覚えました。すごいとこまで行ってるな。ちょマジちょっと待ってちょっと嫉妬しそうだやばいすごいとこまで行ってんだ。やばいやばいちょっとおいするんですが。いやなるほどねというねトレーニングでしたね。はい歌広場も嫉妬する着実な成長。どこまで強くなれるのか頑張れいつか。そろそろ声の影久ハメ順も閉店のお時間がやってまいりました。今日の感想をですね聞いていきたいと思います。はい、今日はそうですね、ガメラの、普段ツイッターとかやってても、あんまり喋んないんですね、全然。なのでどんなやつなのかっていうのを知らない人が結構いると思うんですけど、ガメラの魅力について語れたのは良かったかなと。魅力的だった。ありがとうございます。ゲームのチャンピオンとかにはなることは想定してたんですけど、こういうところに呼ばれるのは考えてなかったんで、初めての経験で面白かったです。よかった。ありがとうございます。それと思ってもらえたら、はい、ありがとうございました。ということで、声の格撃喫茶ハメ順のお客様はガメラさんと M 島さんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は鉄拳プロゲーマーが大集結。第2回ハメ順カップの結末はお楽しみに。